はい、皆さんこんにちは。すいませんね。なんか前回全然ピントが合わなくて、なんか自分の顔が後ろにありすぎて、自分の顔で後ろの顔を埋めることにしました。はい。みんないかがお過ごしですかね。なんか YouTube が最初はあれについての動画がダメだったんですけど、なんか急にね、OK になって、なんでOK になったので、前回の続きをちょっとだけしますね。まだ見てない人は1個前の動画を見てきてください。ついでにこちらも。突如ネット掲示板に現れたコードネーム Q として世界の陰謀論を暴き始めて、トランプ大統領が裏政府を成敗してアメリカを取り戻すというシナリオがあって、その支持者が今世界中でマジたくさんいるんですね。マジでたくさんいるんです。これ2018年頃かなり騒ぎになったんですけど、それと比べ物にならないくらい今ちょっと社会現象になっていて、それはもちろん今起きている出来事と関連付けられて、前回の動画で紹介した説が囁かれているんですけど、そこからちょっともう一歩踏み込みますね。トップエリートの方々が摂取していると噂されている成分があって、それがちょっとこちらなんですけど、これは主に若い子供の消化体から摂取できる成分だとされているんですね。それもアドレナリンが分泌される時に特に出るらしくて、なので彼女らに恐怖を与えて摂取しているという噂が世界中で広まって、海外セレブたちもそっち側の人間だというのが、都市伝説業界の今ちょっと定説になっているんですね。Q がよく使うフレーズがあって、白ウサギを追えというやつがあるんですけど、これは不思議な国のアリスの案内役のウサギのことを指していて、今の支配されている世界を暗い洞窟に見立てているんですけど、先ほどの成分の分子構造がなんとこのように白ウサギに見えることから、ここも関連してるんじゃないかと話題になりました。分子構造ね、だいたいこんな感じだけどね。何これはムカデ？そして今回その火付け役となったのがトム・ハンクス。みんなもご存知かと思いますが、彼はね、感染して回復したことで知られていますよね。なので歓迎されるかと思いきや、なんとその真反対のことが起きているんです。彼がそのエリート層と絡んでいることが噂されたため、逮捕されることが囁かれていて、もちろん本当かどうかは分かりませんが、彼のインスタのコメント欄なんかも見てみても、このようにね、バーってこのようなことが書かれていて、かなりやばいっすよね。これ結構過激なコメントが彼の投稿のコメント欄にね、このようにね、流れていて、けど確かに彼のインスタの投稿なんかちょっと意味不明なんですよね。この文字が書かれたタイプライターがあって、でこの投稿には、このタイプライターを持ち歩いて旅をするのが好きなんだよって、どんな報告？ネタなのかわかんないですけど、変なのは間違いないですよね。この騒動でトム・ハンクスの息子と名乗るチェックス・ハンクスが、自分のお父さんがイルミナティだなんちゃらってネタとして投稿してたんですけど、それもまた大炎上しちゃって、そしてこちらはあまり知られてはいないんですけど、あの歌手のブリトニー・スピアーズいるじゃないですか。3月21日に私がウサギだったらグローブはどこに置くかしらと投稿しているんですね。こちらも Q の言っていた白ウサギと関連しているので、しかも意味不明な投稿じゃないですか。なのでみんな勘ぐっちゃって、なんか怪しいことをね、エリート層とセレブたちがやっぱしてんじゃないかと。果たしてこれは全てフェイクニュースが作り上げたセレブを巻き込んだ都市伝説なのか、あるいはそこには真実が隠されているのか、みんなも気になったらちょっと調べてみてください。本当ね、今いろんな思想が飛び交っているので、どれか本当か分からない状態なので、ただ一番恐ろしい流れが、今後ワクチンが開発されたら、今度はそれを打ってないと交通機関を利用できないとか、飛行機に乗れないとか、仕事ができないとか、やれることがね、制限されていって、もう強制的に打つしかない社会がやってきそうっすよね。続いての話ですけど、宇宙人がもういる前提として、みんな人類と宇宙人はいつ交流すると思いますか？過去にもう交流していたのか、あるいは近い未来か遠い未来交流することになるのか。今日話すのは、この UFO 宇宙人のブームのきっかけとなったアメリカ元大統領が宇宙人とコンタクトを取っていたという不思議なお話です。アイゼンハワー元大統領は少なくとも3回は地球外生命体とコンタクトをしていたと噂されています。1回目のコンタクトは1954年2月、アイゼンハワーは休暇でパームスプリングというところに旅行に行っていました。この休暇自体が結構不思議で、突然スケジュールされただけでなく、1週間前にジョージア州に旅行行っていたんですね。大統領旅行しまくり。これはただの休暇ではなく、なんか他の理由があるんじゃないかと、アイゼンハワーはその休暇中に一度姿を消したことがあったんですね。彼は2月20日の午後、突然姿を消して、その日予定していたディナーにも出席せず、結局次の日の朝姿を現しました。公式的な発表では、アイゼンハワーは食事中歯が欠けてしまってお医者さんに行っていたと発表されました。ただこれが結構怪しくて、アイゼンハワーの行ってきた行事を今でも記録として見ることができるらしいんですけど、パームスプリング中に行った小さな出来事は記録されているんですけど、歯医者さんに行ったというデータは残っていないそうです。実は歯医者さんに行ったというのは、近くにあったエドワード空軍基地で
て地球外生命体とコンタクトするための隠蔽だったとされています。なんでそこで宇宙人とコンタクトって思いますよね。なんか普通にね、内緒で風俗にでも行ってたんじゃねって思われていいのに。少し話を戻すと、これは自称元アメリカ海軍将校のウィリアム・クーパーという人物からの情報なんですけど、彼のリーク情報によると、1953年に宇宙飛行士たちが地球に向かってくる謎の物体を発見しました。最初は隕石かと思われていたんですけど、よく見てみると宇宙船の形をしていたそうです。プロジェクトシグマによりラジオコミュニケーションを使ってやり取りをすることができ、無事その宇宙船は地球に着陸することができました。ただその出来事の少し前にアメリカ政府は別の宇宙種族、ノルディック系の種族と実はコンタクトを取っていて、そこで彼らはいくつかの忠告を受けたといいます。一つ目、地球は破滅に向かっていること。二つ目、争いをやめること。三つ目、地球を汚染させないこと。そして四つ目は、核兵器を手放すこと。この宇宙種族は人類のスピリチュアル性を向上させることが目的だったらしいんですけど、当時のね、情勢的にはそんなことはもちろんできないので、アメリカは却下しました。実はこちらの情報は、CIA のパイロットをしていたウィリアム・リアーという方もリークしていて、アイゼンハワーはエドワード空軍基地でノルディック系宇宙種族との契約を彼らの技術をもらえないという理由から却下したと。なぜ技術がもらえないのかというと、それはね、当然人類がそれを悪いように使って破滅に向かってしまうからですね。子供に拳銃を持たせないのと同じです。上級総長であったロバート・ディーン元軍人も極秘資料にアクセスしていたようで、同じことを語っていました。彼が言うには、当時確定していたのは4種類の宇宙種族でした。まず1つ目はみんなおなじみのグレー種族。これはね、アブダクションとかよくすることで知られています。2つ目、非常に人間に似ていて、街中で見ても気づかないほど似ている種族。あまりにも人間に似ていることから、軍人さんたちはかなり困っていたそうですね。3つ目、白く淡い肌色で身長 2,3 メートルある種族。そして最後に警察、軍人さんが一番目撃するという爬虫類型。これは俗に言うレプテリアンですね。その後1995年2月、アイゼンハワーはホローマン空軍基地でグレー種族とコンタクトしたという数百人の目撃情報があります。そこで交わされた契約がお互いのことを干渉しないこと、技術革新の手助け、地球以外のグループとの契約を結ばないこと、人類に害を与えないこと、そして記憶を消すことを前提でアブダクション強化。ただ後に分かったことで、このグレーとの契約は守られることなく、その後数多くのアブダクション事件が多発しました。こういった時代背景から未知との遭遇やメンインブラックのような映画が作られたんでしょうか。そしてその時期から急に技術が進歩しだしたんですよね。不思議。実際に大統領と交流していたのか分かりませんけど、大統領なんかより俺んとこ来てくんないかな。新しい生活が始まるタイミングでそれどころじゃなくなって、ストレスがね、みんなたまりにたまってメンタルを病んでる方から DM がたくさん来るので、今回はスピリチュアル的な意味でこの世界を作り上げている12の法則というものを紹介したいと思います。これは The Light Shall Set You Free という本に書かれているもので、これを知っていると人生をよりシンプルに生きやすくなると思うので紹介しますね。一つ目はワンネスの法則。これは僕たちが生きているこの世界全てのもの、考え、感情、もう何から何まで繋がっているということです。全ては同じ源のエネルギーからできていて、互いに影響を与えながら存在しているということです。わかりやすいので言うと、前にね、動画にしたバタフライ効果というものがあります。これはわずかな変化を与えると、そのわずかな変化がなかった場合と、その後の状態で大きく異なる現象のことを言います。例えば、ブラジルの一匹の蝶が羽ばたくと、テキサスで竜巻が起きるみたいな、どんなに小さいことでも、それがいずれ、ブワーって大きく発展すること。この小さなスズメが4500万人の命を奪うことになったのは皆さんご存知でしょうか。1950年中国ではスズメが穀物を食べてしまうことに困っていたんですね。なのでこれらの生き物を駆除する計画が始まって、どんな手を使ってもとりあえず駆除しまくった結果、スズメが食べるバッタが蔓延したことにより公害が起き、4500万人が飢饉することになったといいます。これはもちろん行動しないということも周りに影響を与えていることになります。例えばね、このようにね、家にずっと引きこもってるとするじゃないですか。それでもね、外に出てない自分がいるので、外に出たとしたら違う結果が生まれるし、外に出てないという選択をしてるから、それもね、ある意味周りに影響を与えていると。鼻くそを食べた人が腹を壊して病院に行って看護婦と意気投合して結婚したら、鼻くそを食べたという小さな行動が運命の相手へと導いたことになりますし、もうキリないけど、振動の法則。先ほどのようにこの世の全てのもの、思考、感情はみんな振動しているということです。原子や分子が振動しているよう
うに感情や思考は発するとその独自の振動数、周波数を持つので、似た振動数同士が同調することになります。発する思考には気をつけた方がいいですね。行動の法則。この3次元の地球では何かを実現するためには行動する必要があります。なので自分の願いや思考に沿った行動を取る必要があります。行動とはエネルギーの運動で、エネルギーを動かすことです。自分の願うところにエネルギーを使いましょう。呼応の法則。物理世界のエネルギー、光、振動、動きはスピリチュアルの世界の反映であるということです。またその逆でもある。どういうことかというと、現実世界で起きていることはみんなの思考が作り出しているということです。現実は自分の内面の鏡だということですね。内面の世界が荒れ果てていたら、現実世界も同じように荒れ果てて、逆に平和な心を持っていたら、目の前の世界も平和に映し出される。自分を愛するということは、目の前の世界を愛することになります。原因と結果の法則。この世界で起こることは偶然ではなく、全て原因があるということ。全ての行動には結果があるし、蒔いた種は自分で刈り取ることになります。保証の法則。自分が行ったことは、プレゼント、お金、友情、感謝、祝福などという形で返ってくるということです。自分が発したエネルギーと同じ量が返ってきます。引き寄せの法則。これはもうみんなわかると思います。自分の周りにあるもの、環境、人、起こることは全て自分の発した思考や行動のエネルギーによって引き寄せているということです。似た者同士で仲良くなるのはそういうことですね。ポジティブでいたらポジティブな現実を引き寄せる。またネガティブだとネガティブな現実を引き寄せる。エネルギーは作ることも破壊することもできないように、ただその性質を変えて変化し続けます。どんなエネルギーが入ってきても皆さんはそれをポジティブなものに変化させることができます。相対性の法則。人生というのは互いに結びついた関係性の中で起きているもので、自分だけのものではないということです。自分だけが幸せになりたいと考えても、もしそれを全ての人が考えたらと思うと、自分勝手な人しかいない世界になっちゃいますよね。物事を主観的だけでなく客観的にも見る必要があります。二極性の法則。この世界は全て二元性で成り立っています。光と闇、ポジティブとネガティブ、昼と夜、全ては表裏一体。今苦しい状態にいたとしたら、それと全く同じエネルギーの楽しい状態もあるということです。リズムの法則。宇宙の全てのものは振動していて、一定のリズムを持っています。季節や波のリズムがあるように、自分の人生にもリズムやサイクルが存在します。それに対抗するよりも、それに従った方がスムーズに物事が進んだりします。そして最後、陰陽の法則。全てのものには男性性、女性性の性質があります。その調和の取れた状態こそがバランスが取れていて、宇宙の法則に沿った状態だと。どうでしょう。結構当たり前のこと書いてますよね。分かりきっていながらも、これ通りに生きるのってかなり難しいですよね。これが全てじゃないですし、僕もね、これに達したい法則結構あるし、ただね、少しでも頭に入れていくと、よりね、人生を生きやすくなるかと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。